慌ただしく人々が行き過ぎる日本の首都東京。その日常の中で必ず目にするのが漫画です。駅の売店やコンビニエンスストアには毎日のように新刊の漫画雑誌が並びます。街中で漫画を読む人を見かけることも珍しくはありません。漫画は子供のものというイメージがあるかもしれませんが、日本では子供だけではなく大人も普通に漫画に親しんでいます。それがわかる場所の一つが書店です。日本のほとんどの書店には漫画専門のコーナーがあり、大型書店の中にはフロア全体が漫画売り場という店も。こうした書店の棚にこそ日本の漫画文化の特徴が現れていると、漫画、アニメ、ゲームの研究者である森川さんは言います。漫画は世界のさまざまな国々で、それぞれ独特なものが作られていますが、その中にあって日本の漫画の大きな特徴は、その多様性にあります。どこの書店にも漫画の雑誌や単行本が並んでいる大きな区画があって、少年向けや少女向け、青年向けだけではなくて大人の女性、さらには中高年の主婦に向けたものまでさまざまな対象に向けた漫画が作られて、それぞれの雑誌を成しているわけです。この多様な雑誌が構造になって作品が作られ販売されているということ、そしてそこで編集部や編集者が担っている独特の役割、これもまた日本の漫画を大きく特徴づけています。日本の漫画雑誌にはそれぞれ個性があり、対象読者も細かく分かれています。それらの雑誌に連載を続ける漫画家たち。創作活動には孤独な一面もあります。その作家に常に寄り添い、漫画が完成するまでのあらゆることをサポートするのが雑誌の編集者です。ここは1974年に創刊された歴史ある少女漫画誌の編集部。編集部は雑誌の個性を作り、作品を的確に読者に届ける役割を担います。特に編集者は日本の漫画文化の基盤を作るのに欠かせない重要な存在です。編集者の牧野さんはこれまでもたくさんの著名な漫画家を担当してきました。メインはやはり作家さんとの打ち合わせになります。で、作家さんが考えてきた企画に意見を述べたり、また展開とかセリフ回しであったりとか、より読者に伝えたいことが伝わるように作家さんと意見を交換しています。また編集者の方からアイデアを出したりとかして、時には漫画家と意見が異なることも。商業誌である以上、編集者として譲れないこともあります。それは本当でも変えなきゃいけない場合っていうのは、それがもう先生のためだよっていうことで必死になって伝えるですかね。作品は作家さんのものだし、評価を受けるのは作家さんだと思います。ただ評価を受けた時に自分も一緒になって評価を受けてるって感じると思うし、一緒になっていいものを作っていこうっていうふうにいつも考えながらやっていますね。この月刊誌の編集者山本さん、バラ王の葬列の作者菅野綾さんの担当をしています。
編集者の仕事はたくさんあります。何をしてるんですか？これはネームの指定をしてます。漫画が実際に皆さん印刷されたもので読まれると思うんですけど、こういう文字の書体の指定ですとか、ちっちゃい文字のところとか、あとこの3点リーダーがどれぐらいの長さ欲しいのかっていうところを指定しています。編集者の仕事は作品作りだけではありません。あとはそうですね、宣伝的なこともやったりもします。コミックスが出た時に例えばツイッターですとか、そういうことを使って宣伝的な発言をしています。書店さんのポップとかはその文言のテキストですとか、そういうものは編集者が作って渡しています。そのコミックスのカバーのデザインを一緒に決めたりとか、その帯の青りとかを決めたりですとか、だからそうですね、最初から最後まで、一つの作品に関わることが多いですね。はい。この日は作者の菅野さんと打ち合わせです。山本さんはバラ王の壮烈の連載開始から菅野さんの担当をしています。山本さんは本当に、編集さんの中でもかなり、やる気がすごくて、漫画が大好きなので、もう私がこういうことやりたいって言えば一緒に考えてくれる人で、大体のことは受け入れてもらえるというか、なんかこうそれにプラスしてくる感じのやり方をしてくれるので。漫画家にとって編集者は必要な存在なのでしょうか。絶対に必要だと思っています。私はですけど、やっぱり趣味で書く分には一人で書いてる方が絶対楽しいと思うんですけど、商業で多くの方に読んでもらうってなった時に、やっぱり独りよがりの作にどうしてもなってしまうので、そこを止めてくれる存在というか、あと、どうしても作家って、格好をつけた意味じゃなくて孤独なので、そこになんていうんですか、寄り添ってくれる人が一人いるかいないかで、もうすごく心が助かるというか。漫画は漫画家の情熱がなければ生まれません。その情熱を商品という形に変えて読者に届けてくれるのが編集者という存在なのです。担当した作品が全部ね大ヒットっていうのは、それはもう本当に理想かなと思いますが、現実なかなかそれは難しいことで、ただやっぱり作家さんと本当に寄り添って作品を作っている仕事なので、作家さんの方から一緒に仕事してよかったねとか、逆に今度一緒にこうやってやっていこうぜみたいな、そういったことっていうのが、やっぱり嬉しいですね。作品作るの苦しいんじゃないですかね。本当に何ももう天才の方ですぐ作れちゃう人はいいと思うんですけども、リアクションでしたりなんか反応でしたり、そういうのがないと書き続けるっていうのは難しいのかもしれないです。今はやっぱりせっかくその作家さんが例えとかじゃなくて本当に多分命削って書かれてる作品をどう多くの人にやっぱ読んでもらえるか、それってヒットだと思うんですけども、そこにはやっぱりできるだけやれることはやりたいなっていうのは思ってます。